カラスに優しくしたら、カラスが贈り物を届けてくれるようになったという話をよく耳にします。仲間同士で感情を共有し、知性にあふれ、高度な社会性を持つカラスは、情に厚い生き物でもあり、それは人間に対しても示されるようです。アメリカに住む女性がカラスに餌を与えたところ、恩返しのつもりなのか、様々なプレゼントを持ってきてくれるようになったといいます。なんと、ヨーロッパの硬貨まで運んできてくれました。アメリカのバージニア州に住む女性は、2年半ほど前に現在の家に越してきました。卵から育てた8歳の若毛本セイインコを飼っている女性は、小さい頃から鳥が大好きで、鳥が好きな家族の中で育ってきました。父親はオウムやその他の鳥を救助して飼育していました。リハビリ中のカラスを飼っていたこともあります。妹がそのカラスに、こんにちは、プレッツェルちょうだいなどと言葉を覚えさせていて、カラスの知性に魅了されました。と、このように話す女性は、引っ越した先の家で地域に住む野生の鳥たちに餌を与えるようになりました。ちなみに、アメリカの場合、バードフィーダーなどを設置し、野生の鳥に餌を与えることは一般的です。時折、女性の家にカラスが飛んでくることもあり、殻付きのピーナッツをあげていました。去年1月以降はコロナのパンデミックにより自宅帰りが続き、庭に飛んでくるあらゆる野鳥を観察する時間が増えました。カラスは1日に何度も来るようになりましたが、最初は近くの木に止まって女性を見ているだけだったそうです。話しかけようとすると大きな声で鳴き声を上げたり、すぐに飛び去ったりしていました。しかし、時が経つにつれ、カラスは女性が好意を示してくれていることを理解し、心を許していきました。女性のそばでナッツを食べるようになったのです。やがてカラスはほぼ毎日やってきて、女性に対しておやつをねだるために鳴き声を上げるようになるまでになりました。最近になって女性はカラスが餌を食べやすいようにとバードフィーダーを取り付けました。そこに一握りの殻付きピーナッツを置いておくと、ある日灰色の小石が置いてあったといいます。それから頻繁にバードフィーダーにカラスからのさまざまな贈り物が届けられるようになったのです。カラスは光り物や金属製のものが好きです。彼らにとってそれは宝物であり、価値のあるものなのだとか。それを女性のために持ち運んできます。そしてなんとお金が届けられました。2枚の硬貨です。お金も金属製で光るから持ってくるかもしれないとは思っていたけど、まさか本当に届けてくれるなんて全く思っていなかったわ。1枚はユーロ硬貨よ。バージニア州でどうやってユーロ硬貨を見つけたのかは謎だけど、これまでの中で最高のギフトだっていうのは間違いないわ、と女性は話しています。他にもピンやネジ、小石など様々なプレゼントが届けられるそうです。女性はそれを一つのガラスの瓶に入れて大切に保管しています。カラスは自分のお歯も残していっているようです。落としていったのか、わざと置いていったのかはわからないけど、鶴の恩返しを彷彿とさせます。何かをもらったらお礼をする。嬉しいことをされたら嬉しいことを返す。そんなカラスの優しさに触れた女性はとても幸せそうです。女性はそんな様子を TikTok に動画を投稿しています。それを見たユーザーたちは羨ましさを抱かずにはいられないようです。へえ、アメリカのカラスがお礼にユーロ硬貨か。ヨーロッパから渡ってきた仲間のカラスにもらったものなのかもね。カラスって本当に賢いよね。愛情は愛情で返す。怒らせると超怖いけど。お歯までプレゼントしてくれたんだ。信頼されている証と見ていいね。カラスからのギフトなんて本当に宝物だよ。ゴミに捨てたものやなくしたものをカラスが拾って誰かにプレゼントして、
それを誰かが大切にガラスの瓶に保管しているってなんだか面白いね。最初のギフトはちょっとお試し感があるけど、それからはどんどんいいものを届けてくれるようになってるのがわかる。いいな、いいな、ただただ羨ましい。私もカラスと友達になりたい。など、女性のアカウントにはこのような声が寄せられています。長年様々な鳥の飼育に関わってきた女性は、野生のカラスと仲良くなりたい人に対して次のようにアドバイスしています。地域のカラスと仲良くなることに興味がある人は、カラスの食事と行動について少し学ぶ必要があるでしょう。また、鳥が素敵なプレゼントを届けてくれるようになったとしても、あくまでも彼らは野生生物。適度な距離感が必要です。カラスは知性にあふれ、高度な社会性を持つだけでなく、情に厚い生き物なのですね。続いて、都会のアパートに暮らす女性が、部屋の窓のフェンスに訪れる野生のカラスを追い払うことなく、そこで餌を与えるようになって約3年。カラスはその間に家族を作り、今では2組のカラスの家族が女性のもとへおやつを求めてやってくるようになったそうです。するとある日、カラスは女性にプレゼントを運んできました。それからもたびたび光り物のプレゼントを運び続けるようになったそうです。女性とカラスの間には特別な友情が芽生えたのです。今から3年ほど前のこと、カリフォルニア州サンフランシスコマリーナ区にあるアパートに住むメリンダ・グリーンさんは、コンピュータプログラマーとしての職をリタイアし、一日のほとんどをアパートの部屋で過ごしていました。ある日、部屋の窓辺のフェンスの上に数羽のカラスがいることに気づきました。メリンダさんは邪険に追い払うよりも快く迎えてあげようと思い、餌を置いてみたところ、カラスたちはそれを食べるようになりました。都会のど真ん中と言っていい場所に住むと、野生動物との関わりは当然少なくなります。メリンダさんは毎日部屋のブラインドを上げるたびに、野生のカラスが餌を求めて訪問してくるようになったことを嬉しく感じ、そのひとときを楽しんでいました。そんなある日、1羽のカラスが口に何かをくわえて飛んできました。メリンダさんの手の届くところに置かれたものを見てみると、くしゃくしゃになったシャンパンボトルの上部にかぶせてあるアルミ箔でした。明らかにゴミとして捨てられたそれは、カラスにとってはキラキラ輝く宝物に見えたのでしょう。彼らにとっての宝物をカラスはいつも餌をくれるメリンダさんにプレゼントしようと思ったようです。もちろん、メリンダさんはそのプレゼントを喜んで受け取りました。最初こそ、これはプレゼントなのだろうかと疑問に思ったメリンダさんでしたが、カラスはそれからもまるでお礼のようにカラフルな岩や何かの骨、殻がついた実、熊の形をしたグミなど、彼らにとっての宝物をメリンダさんに運んでくるようになりました。そして最近のギフトは何ともミステリアスなものでした。おそらく壊れた機械の一部か何かでしょう。しかし、どこかアート的品質のあるもので、メリンダさんはとても気に入って、他のギフトと一緒に大切に自宅の棚に飾っているそうです。この3年の間に、メリンダさんとカラスたちの間には友情が生まれました。メリンダさんは、カーカーとカラスの鳴き真似が上手にできるようになり、それを聞きつけたカラスたちはメリンダさんのもとへと飛んでくるそうです。窓辺を通して思っていたよりもずっとカラスのことを知るようになったメリンダさんは、カラスとの触れ合いを次のように語っています。カラスは人間の家族に似ていると思います。成長したカラスは長期的な関係を持ち、各家族で一度に1から2羽の子供を産み育てるようです。私は家族を持つようになったカラスが子供を連れてここにやってくる姿を見ていますが、親は明らかに積極的に子供に教えていますよ。フレンドリーな人間がどこに住んでいて、
どうやっておやつをもらうのかということをね。カラスとの経験は私にカラスの特徴を認識して尊重することを教えてくれました。カラスがプレゼントをくれたという事実だけでもとても貴重なことですが、この触れ合いの経験自体が素晴らしいプレゼントだと言えるでしょう。私にとってカラスは友達です。高い知能を持つカラスだからこそ、優しくしてくれる人間を理解し、友情を築くことができるのかもしれませんね。どんな生き物でも人間と交流ができることはとても素晴らしいですね。そしてそのお礼にとプレゼントを持ってきてくれるカラス。そんなカラスがそばにいてくれたらとても愛おしい存在ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。